今日はやみつききのこ漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はやみつききのこ漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、きのこを使った簡単おかずレシピです。今回はですね、きのこ漬けを作っていくんですけれども、きのこを焼いて香ばしく仕上げて、そして漬け込んでいきたいと思います。ご飯が進むとても美味しい一品です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。えのき、しめじ、エリンギ、お醤油、お水、お酢、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、豆板醤、ごま油、白ごま、唐辛子、小ネギ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、きのこなんですが、今回はえのき、しめじ、エリンギ、この3種類を使って作っていきます。こちらのきのこはね、お好みの種類を使っていただいて OK です。あと今回ね、豆板醤を入れて少しね、ピリッとした感じに仕上げていきます。こちらはですね、辛いのが苦手な方は抜いて作っていただいて OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに漬けだれから作っていきます。お鍋にお水、そしてお砂糖。まずね、この2つを入れて沸騰させます。お醤油とお酢に関しましては後から入れていきます。このようにね、混ぜながらお砂糖を溶かしてください。そして水は一度沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらここにお酢を入れます。そしてお酢を入れたら鍋肌がふつふつするまで加熱します。これでね、お酢のツンとした酸味だけ取り除いていきます。はい、でこのようにふつふつしたら火を止めます。お酢自体を沸騰させてしまうと酸味が結構抜けてしまうので、後から加えて少しだけ加熱してツンとした酸味だけ取り除いていきます。そしたら続いてここにお醤油です。醤油はね、加熱すると風味が結構変わるので加熱せずに使っていきます。混ぜましょう。そしたらここにおろし生姜、そしておろしにんにく、あとは豆板醤を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、 OK です。漬けだれはね、まずここまで作っておきましょう。こちらは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いてきのこを切っていきます。まずこの根元の部分は切り落としましょう。そしたらえのきは適当にほぐします。食べやすい大きさぐらいですね。このように裂いてください。はい、 OK です。続いてしめじです。しめじも根元を切り落とします。そしてしめじもね、ばらつかせておきます。はい、しめじはこれで OK です。続いてエリンギです。エリンギはこのように裂いていただいて、背の高いものだと半分に切って、その後はだいたい5ミリ幅ぐらいかな、このぐらいで切っていきます。このように切ってください。こちらも同じように切っていきます。はい、では残りも同じように切っていきます。はい、エリンギの準備はこれで OK です。続いて唐辛子です。唐辛子はキッチンバサミで切ります。まず半分に切って、そして種を取り除いてください。そしたらあとはね、キッチンバサミで細切りしていきます。はい、唐辛子はこれで OK です。それでは続いて小ネギを切ります。まず根元を切り落として、そして半分に切ります。あとは切り口を揃えて切っていきます。はい、小ネギの準備はこれで OK です。ではきのこを焼いていきます。まずフライパンにごま油です。そして火にかけましょう。一度ね、ごま油をフライパン全体に回してください。火加減中火です。そしたらここにね、きのこを並べていきます。はい、ちょっとね、かなりもりもりなんですが、このように並べてください。そしたらね、蓋をします。火加減そしたら弱火にして、このまま 2,3 分ですね、蒸し焼きしていきます。はい、今ね、2分経ちました。蓋を開けます。こんな感じでね、きのこがしんなりしてきました。そしたら裏返します。このように焼き色をね、つけてください。そうすることでとてもね、香ばしい仕上がりになります。ちょっと部分でね、焼き色がついてるところとついてないところもあるんですが、こうやってね、軽くつけていただいたことで香ばしくなります。ちょっとね、しめじとか裏返すのが大変かもしれないんですが、適当にね、裏返してください。できるだけね、裏返す時はね、重ならないようにしていきます。
はい、でこのように裏返したらまた蓋をします。このまま弱火で2分蒸し焼きしていきます。はい、2分経ちました。蓋を開けます。美味しそうに仕上がってます。あとはですね、最後火加減中火にして水分を飛ばしていきます。こんな感じでね、美味しそうな焼き色がついてます。裏返して水分を飛ばしていきます。いい感じにね、きのこに焼き色がつきましたね。だいたい1分から2分ぐらいですね、水分を飛ばしてください。きのこはね、こうやって焼き色つけたい時は動かさずにね、焼いていただくとこのように綺麗に焼き色をつけることができます。結構ね、しっかりめにね、水分を飛ばすことが大切です。はい、 OK です。今ね、2分間水分を飛ばしました。そしたら火を止めます。それではね、保存容器を用意してください。ここに熱々のきのこを入れましょう。はい、そしてここに作っておいた漬けだれを入れます。必ずね、きのこが熱いうちにね、漬けだれを入れてください。そうすることでしっかりと味が染み込みます。そしてここにごま油、あとは白ごま、そして唐辛子、あとは小ネギですね。こちらを入れて混ぜましょう。はい、 OK です。そしたらですね、上にピタッとラップを貼り付けて、そしてこのまま30分漬け込みます。はい、30分経ちました。ラップを外します。こんな感じで美味しそうにしっかり味が染み込んでます。これで完成です。はい、これでやみつききのこ漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じできのこにも焼き色がついてとても美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずえのきからいただきます。美味しい。結構ピリ辛に仕上がってます。このえのきのシャキッとした食感がいいですね。そして旨味たっぷりです。では続いてエリンギもいただきます。またこのエリンギの歯ごたえも最高ですね。そしてしめじもいただきます。しめじもまた風味があってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のやみつききのこ漬けのポイントです。まずきのこなんですけれども、こちらはお好みの種類のきのこを使ってください。今回ね、3種類入れてるんですけれども、もっとたくさん入れていただいても OK です。そしてきのこなんですが、こちらはですね、それぞれ食べやすい大きさに切ってください。そして切ったきのこを焼くんですけれども、まずきのこをフライパン全体に広げて並べて、そして蓋をして蒸し焼きしてください。そして 2,3 分ほど焼いて、そしたら裏返してまた蓋をして今度は2分蒸し焼きしてください。そうするととてもこんがりとした焼き色がつきます。そして焼き色がついたら蓋を開けて1分から2分ほど水分を飛ばすようにしてください。そうすることできのこの旨味がギュッと凝縮されて美味しく仕上がります。さらにですね、焼き色をつけていただくことでとても香ばしい仕上がりになります。そしてつける時のポイントです。つける時は必ずきのこが温かいうちにつけるようにしてください。そうすることで味が馴染みやすくなります。そしてつけだれなんですけれども、こちらはですね、お酢の加熱のしすぎには注意してください。なので一度ね、水とお砂糖を沸騰させて、そしてその後お酢を入れて、あとは鍋肌がふつふつしたら火を止めてください。そうすると程よい酸味が残って美味しい仕上がりになります。そしてつけだれにつけたらだいたい30分ぐらい置いてから召し上がっていただけたらと思います。今回ね、豆板醤を入れて辛みを入れてるんですけれども、結構ねピリッと辛めなので、もし苦手な方は抜いて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はやみつききのこ漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。